こんにちは。今回のレッスンでは Git リストアコマンドについて学んでいきます。これまでリポジトリの作成やコミットの基本を学んできたんですけど、今回はバージョン管理の強みでもある変更を元に戻す方法について見ていきます。誤った変更だったり、不要な変更を素早く元に戻すことができると、開発効率だったり、いろんな作業が大幅に向上します。では Git リストア、これ何者かというと、作業エリアやステージングエリアの変更を元に戻すためのコマンドです。例えば、間違ってファイルを変更してしまった時とか、不要な変更を取り消したい時に便利なんですよね。具体例を挙げると、日常の開発作業でよくある例としては、ファイルを誤って編集した場合だったり、変更を何かしらの理由で試してみたいんだけど、すぐにまた元に戻したい場合、そういう時にこの Git リストアコマンドが活躍します。では、基本的な使い方なんですけど、まずですね、Git リストアとやってファイル名を渡してあげる方法です。これをやると、作業エリアの変更を元に戻すことができます。で、下に書いてある方が、そこにハイフンハイフンステージドっていうオプションをつける方法です。これはステージドってついているように、ステージングエリアに追加したものを元に戻すことができます。このオプションを使うことで Git add ですね。で、ステージングした変更っていうのを取り消すことができます。ちょっと言葉だけで言ってるとイメージしづらいかもしれないので、後でもう少し詳しく見ていきます。また、下にも書いてますけど、ファイル名の部分っていうのは、ディレクトリを指定することも可能で、そうした場合は、そのディレクトリ内すべての変更を取り消すことができます。では、Git リストアを理解する上で、作業エリアとステージングエリアについて、ちゃんと理解しておく必要があるので、復習しましょう。以前の講義で、3つのエリアについて話したと思います。作業エリアのところと、ステージングエリア。で、最後にリポジトリですね。作業エリアに関しては、エディターなどで変更した内容が反映される場所です。直感的に分かりやすい場所がここですね。で、ステージングエリアっていうのが次にあって、それは Git add したものが配置される場所で、ここに置かれたものっていうのが次のコミットに入れるものという具合に明示的に指定することができます。流れを復習すると、まずは変更前のクリーンな状態ですね。があって、この後でエディターとかでファイルに変更を加えたりすると、Git はその変更内容を検知してくれます。で、その次にコミットをしたいので、Git add することで変更内容がステージングエリアに配置されます。で、ステージングエリアに配置されると、この内容っていうのはステージングエリアに移されるので、作業エリアとしては綺麗な状態になります。なので、これが Git add するところまでの一連の流れになります。ではですね、Git restore、オプションなしですね。この状態で実行したときにどうなるのかを見てみると、作業エリアにですね、変更があった場合に Git restore はその変更を取り消してくれます。なので、変更内容が取り消されるということで、元に戻ります。これは分かりやすいですよね。ではですね、変更がすでにステージングエリアに Git add で置かれていて、作業エリアが綺麗な状態。この状態で Git restore を実行するとどうなるかというとですね、実はさっきちらっと実は言ってたんですけど、Git restore のオプションなしで実行した時っていうのは、デフォルトでは作業エリアを元に戻すので、作業エリアに何もなければ、実は何も起きません。作業エリアとですね、ステージングエリアっていうのは明確に違うので、この点は注意が必要です。では、ステージングされたものをまた元に戻したいっていう時もあるので、そういう時にどうしたいかというと、そこで登場するのが、ハイフンハイフンステージドっていうオプションです。このオプションを使うことで、ステージングエリアに配置した、Git add した内容ですね。これを取り消すことができます。で、これがどういうことかというと、変更点が作業エリアにちゃんと戻ってきてくれるんです。そして気づいたかもしれませんけど、作業エリアに変更点がある状態に戻ってくるので、ここで Git リストアを実行して完全に変更前の状態に戻すこともできるようになります。かなりちょっと今いろいろ言っちゃったので、どういうことって思うのも至って普通の反応なので、よくわからない人はですね、気にせず、この後実際の操作をやりながら
もう少し理解を深められたらなと思います。で、この内容はですね、何度も Git を触りながら、自然に分かってくることなので、すぐに意味が分からなくても不安にならず、安心してください。ということで、実際に次はそれぞれのコマンドを実行してみましょう。